チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい、皆様こんばんは、聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは、カラスマ100です。ご視聴いただきましてありがとうございます。本日は、VTuber コラボ雑談、人を傷つけない笑いを考えるということで、笑いや政治を語る VTuber の銅メキレオ様をゲストにお迎えいたしまして、人を傷つけない笑いなどについてフランクに語っていきたいと思います。チャット欄にも書いたんですけれども、侮辱や差別的表現などに回答する書き込みは、一発ですね、バンする可能性もありますので、チャットルールをお読みいただきまして、皆さんも積極的にコメント等いただければ嬉しいです。ということで、銅メキレオ様、今日はよろしくお願いいたします。はい、どうもよろしくお願いします。銅メキレオと申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ということでですね、皆様お集まりいただきましてありがとうございます。どうもありがとうございます。トアナ風花さん、しょうがさん、まやぴょんさん、ケイトさん、伊沢さん、サリーさん、無欲さん、つわきさん、ノミネさん、マヤエフさん、アブソリュートさん、オビエセイレンさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。コンゲルンと言っている方がいらっしゃるんですけれど。気づく何か。天井のあたりにね、何か圧を感じるんですけどね。何かがいるような気がするんです。何か天井のあたりに何か奇妙な生物がいるんですけど、あれは何なんですか？あれはなんか僕が描いたゲルンチョピという生物でですね、ゲルンチョピ、はい。
そう非常に炎に弱い植物で、はい。植摂物氏1億度の炎には耐えきれないっていうね。それ別に炎に弱くなくないですか？そうですね。そういう、一言言うとそういうめちゃくちゃ適当なことをね、この適当な絵に当てはめて解説するみたいな動画を普段出しているような VTuber です。はい、ということで自己紹介ありがとうございます。まあ後ろのね絵になんかゲルンチョピの一部が突き刺さっているように見えるんですけどなんかたまたまの配置でこういう感じになってしまいましたということでですね、615さん、ナミさん、タイムさん、コンカラスです。なんかそういう絵本見たことあるわ、植物っていうということで、まあ今回はね、さすがにセアロガイおじさんと比較しないでほしいんですけれども特にね、どちらかが教えるとかそういう感じではなくて、まあフランクにですね、実際人を傷つけない笑いっていうのはどういうものなのかとか、まあ政治と笑いについての関係とかですね、まあ我々あまりまあ先ほども話してたんですけど、政治の話をする VTuber が少なすぎる問題というのがあるので、まあそういうことについてもですね、フランクに、道明さんとお話できたらと思っております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。ということで、そろそろ本題に入ってて大丈夫ですかね。大丈夫です。はい。ということで、まあ、このですね、ワードなんですけど、私が適宜ですね、ここにいろいろコメントを書き加えていくような形で、進行したいと思います。で、まあ人を傷つけない笑いを考えるってことで、まあなぜこの企画をやるのかって、まあ先ほどもね少し話したんですけど、まあやっぱりちょっと時代的に必要性があるのかなっていうような感じを覚えたんですけど、能めきさんどうですか？まあやっぱりちょっと霊障的というかね、露悪的な笑いが多いよねみたいな。なんだろう、まあなんだろう、割と露骨に。露骨だったりなんか見え隠れしたりしてるけれども、そういう差別的なノリとかがね、そういうのにちょっとまあしんどいなと思って、しんどいというかうんざりするでしょうね。うんざりしちゃうね。まあそうですよね。みんな思ってることじゃないかと思うんですけど、そう今もねコメントいただいてますけど、そう露悪サブカルとか人を傷つけるネタってやっぱり90年代ぐらいから増えたんですかね。やっぱりそんな感じですね。N104 さんこんばんは。20年くらい前のコメディ映画がネットに上がってたので今見返しましたが、だいぶいろんな人を踏みつけててちょっと悲しかったです。なるほど。きついです。でもやっぱ昔の笑いってちょっとそういうの多いですよね。まあ私もねおっさんなので結構ね昔笑ってた漫画とかで読み返したりするとちょっと女性差別ひどすぎじゃないこれと思ってドン引きしたりとか、いやこれで笑ってたんだ自分みたいなね、まあ、特にやっぱりそうですね、特にやっぱジェンダー差別系の笑い多いですね。なんかはい、そうなんか名作って言われるものでもねきついんですよね、このまあ差別とかの関係、やっぱ特にジェンダー系が多いかなと思います。そうですね、やっぱり日本のジェンダー差別がいかに深刻だったかっていう、まあ今も深刻なんで当然っちゃ当然なんですけど、はい、そうですね、そう巨匠の作品でもミソジニすごい強いし、まあ具体的にはね笑い芸人とかお笑い芸人とかそうそう、あのあたりがねあのあたりかなみたいなね、ちょうど天気かなとも思っちゃうんです。厳しい、なんか90年代的なものがねだいぶ反省されてる気はするんですけれども、まあいまだにね結構権力持っちゃってる感じはありますよね。なんかユーモアに混ぜ込まれた差別を指摘するとただの冗談に何真面目になってんだとかわすって、なるほど、でもそれ霊障ですよね、ほんと態度的に。本当にひどい、それ本当になんかひどいなと。そうはありたくないなって思います、非常に。
ですよね。まあなのでですね、我々はそういうナラティブに屈しないようにそうそうそう。まあ面白いことやるんであれば、お前は冗談に真面目になってないのってね。そう思います。そういうふうにも思うけど、正直な話。そうですね。やっぱりそういうね、冷笑するような、冷笑嘲笑差別するようなことをね、笑いから引き離したいなというのがですね、はい。ネタにマジレスするというのが徹底的に間違ってたという、差別的なネタなら批判すべきだった。なるほど。ネタにマジレスって表現の場合じゃなくなって。ネタに。確かにこれネタリマジレスは本当ね非常に良くないインターネット文化だった気がするんでこのまあね霊障そのものですよねこれ。まあ霊障の問題は後からでもねちゃんと話そうと思ってるんですけど、はい。佐藤伊織さん初恋ありがとうございます。どうもこんばんは。こんばんは。そうですね。なんかネタにマジレスっていう概念自体がね良くないっていう。そうヘイトスピーチをね気にすんなっていうような人はね、なんか性暴力とかに関してもそういう甘い考えをしそうな感じはしますよね。嫌ですね。レオさんのとこから来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもいつもお世話になっております。ありがとうございます。来ていただいてありがとうございます。ちょっとね、ホストの進行が良くないかもしれませんが、まあ、ゆっくりね、聞いていただいたらと思います。ありがとうございます。ザツデイさんもコンカラスです。来ていただいてありがとうございます。こっちも結構悩みながら話してたりもするんで、そうですね。ノリというかね、そういう流れが悪いかもしれないですが。そうですね。まあ、ただまあ今日はね考えながら皆さんとね話していきたいなというふうに思ってるんで、コメントもこう適宜拾いながらですねお話したいと思ってるので、まあ考えがありましたらですねチャットルール守ってよければコメント通していただけると嬉しいです。ということでですね、なのでですね、まずちょっと笑いの方をね、まああんまり悪い笑いのね話も後でしようと思ってるんですけど、そういう悪い笑いやいい笑いみたいなのを考えるときに笑いをねいろいろ分類しようと思って考えてきたんですけど、まあまずなんか自虐ギャグとかってまああるじゃないですか。これってあんまり確かに人を傷つけるものではないけど、どうなんですかね。行き過ぎるとやっぱ良くないっていう感じ。それはあるかもしれないですね。何か逆に刺してしまうみたいなところがね。なるほど。なんだまあでもゲルンチョピなんかもこの辺りに当たると思う。この辺りには当たると思うんですね、自虐ゲルンチョピ極端な絵しか描けないのでね。いや、それは、でもゲルンチョピは別に、自虐には見えないので、多分大丈夫じゃないですか。普通に面白いから。ありがとうございます。はい。まあ、ゲルンチョピは芸術。作戦かかってると自分だけの問題。それはそうか。まあ確かに見方によってはちょっと絵の下手じゃない。ごめんなさい。失礼した。ごめんなさい。すいません。チャンネルを解除しないでください。っていうか、私がバンされなきゃいけなくなってしまった。申し訳ない。大丈夫ですね。いや、芸術すぎるのでね、自虐が、まあ、自虐的に見えるといえば見えるかもしれないですけど、まあでも、ゲルンチョピはね、面白いので、私を切り抜いてね、表示するに至ったくらいハマっていたので、後でね、参考の動画とかで全部、すいません、表示しておく、URL リンクしておくので、よかったら見に行ってください。ということで、カラスマさんが描いた自画像にはかなわないという声で。いや、そうですね。確かにね。あと、いろいろ、でもコメント来てますね。ありがとうございます。でもそうですね。チー牛とかは最悪ですね。あれはダメですよ。あれはダメ。あれ普通に差別ですからね。私発達なんで一応まあ当事者なんですけど、
発達障害の人がまあこういう感じだよねみたいな感じで描いた絵が元だったんですよね。だからあれをまあなんか単なるオタクいじりだと解釈して勘違いした人がまあそもそもそれで言っちゃうのもね差別的なんですけど、差別じゃないみたいなことを言い張って使うようになっちゃったので、もう最悪のミームになっちゃいましたよね。だからやっぱり人って勝手に解釈するからやっぱり危険ですよね。そうですね。そこら辺もなんかね難しいですよね。難しいですね。まあなかなか勝手に解釈されないようにするっていうのは非常に難しいなと思いますね。下手に自虐をすると、例えば自分の容姿について自虐すると同じ容姿の人に対してからかってもいいのかということになりかねず、良くない。全くその通りですね。まさに地牛の問題ってあれですよね。それですよね。だから行き過ぎると差別的なものに接続するのが良くないですよね。まあどうだ結構難しいな。でも難しいは難しいですよね。なんか字が間違ってたけど、でも難しいは難しいですよね。本当に測りがたいというかね、自分は自虐だったつもりでもちょっとね、うまいこといかないみたいなところがあるかもしれませんよね。まあね、多分その例のねミームを書いた人もそんなつもりはなかったのかもしれないですけど、そういう差別的なミームにね発展してしまったので、そうですね。やっぱねネットのそういうカルチャーが悪いんですけどね。はい。なんかあと今並べろっていう指示が来たんですいませんなんか私の自画像これ自分で書いたやつなんですけどかわいじゃないですか。ありがとうございます。いや見たことない人はいると思うんですけどね、一度こうだけちょっといろんなある理由で公開したことがありますが、一応カラスマ100は私がデザインしたキャラクターなんですよ。そう、イラストレーターさんに作ってもらったものではないので、はい、そうだったんですね。夢の共演だって。夢の共演です。僕も初めて見ました。賛成と松田さん、コンカラスです。自虐ギャグは置いといて自虐が足りない。自虐っていうか反省が足りないのとはちょっと違うんじゃないですかね。なるほど。レオさんの絵好きということでね。ありがとうございます。いや、私も好きです。はい。案外結構結構なんだ自虐はネタ危険なのかなというような感じはね。それに近いネタをやるにしても、もうちょっとポジティブな感じでやっていくというのがね、ありかな。あと、差別用語とか、あえて外せるね。ポジティブにすればね、問題ないというか、あんまり。それでいいのかという問題でもね、差別用語とか避けるとかね。はい。ということで、カラスマさんの自画像なかなか素敵で消しちゃったけどありがとうございます。素敵だったと思いますけど、クールだ。ありがとうございます。有毛よなきさん、コンカラスです。笑いは根源的に暴力的なので、人を傷つけない笑いは存在しない。誰を攻撃するというのが問題だと思いますという。それはあるかなと正直思いますけどね。なるほど。でもそれをその辺最後の方にねちゃんと考えようと思うんですけど、そこを言っちゃうとね本当難しいですよね。難しいですね。やっぱり笑いっていう時点でねちょっと攻撃性がやっぱあるっていうところなのかな。それはそうなんだろうな、表現自体そもそもそういうところはあるかなと思いますけどね。あとあるあるについては自虐と同じようなもんだからとりあえずいいからちょっとに近いと基本さっきと一緒ですよね。行き過ぎると、行き過ぎたりあるあるもそうだし、行き過ぎたりとか差別的なね表現につながると
まああんまりよろしくない方向に行ってしまうっていうね、あれになっちゃったけどえっとあるあるネタだけ、あれあるるはい落ち着いて落ち着いて。すいません。だからですね、一ノ瀬さんここからです。個人の見解ですが、笑いの根源は緩急だと思うと。緩急とかギャップだけでね、そう笑わせられるんだったら、まあ攻撃性はあるかもしれないけど、誰かは傷つくかもしれないけれども、それだけでねいけるんだったらね、やっぱポジティブな話にもできるのかなという気はするんですけどね。あと単純にあるあるネタでも、あとなんだろう、別にあるあるネタに関してはなんだ、人間とか生物は使うものとも限らないですかね、そういうなるほど。動物とかだったら、まあ動物を貶めるものはダメだと思うけど、動物を貶めないなら、まああるある的にはね、なんか、犬あるあるとか猫あるあるとかはね可愛いですよねあと概念とか冬あるあるとか、はいまあ概念系なんか必殺技の分類みたいになってきたけどまあ対象がね、まあ生物とかでなければ差別とかにあんまり接続しないのかなというところはありますよね。そうですね。あるあるがやっぱり差別的な偏見とかステレオタイプに基づいてるなら差別的になるっていうところですよね。そうですね。なるほど。私は抗がん剤で頭ですが、同じ病気になった人に夏は涼しいよなんて笑い、同じ立ち位置になっている人に対してならポジティブな笑いになってるかなという気がしますと。なるほど、ありがとうございます。確かに誰が誰に向けて言うかっていうのもね、あるかなとは思う。だからね、他人をねそうやって病気とかでもエンパワーするための笑いだったら、まあいいですよね。だけどそうでなくなった瞬間にやっぱりただの差別になっちゃったりとか、ここがねなんかねタイピングがひどくてあれなんですが大丈夫です。ありがとうございます。ということでありがとうございます。キトリオさん、はじくもカラスです。箸が転がるだけで面白いという箸以外誰も傷つけないトラディショナルな笑いもありますというなるほど。確かにそれなんか日本あるあるでね、そんなに人を傷つけてはいない気がしますよね。なるほど。そしたらだいぶ勉強になる。勉強になりますし、なんかですごい序盤でもうすでに皆さんのおかげで盛り上がって、なんかだんだん話が膨らんできているのですがまあちょっとその辺次行ってみますか。でまあさっきね攻撃の方向性っていう話で言ったら、やっぱり権力批判ってまあ最もねまあ必要なものだし、結構正当化される面はあると思うんですけど、この辺はどうですかね。普段結構風刺とかやられてると思うんですけど。どうだろうな、やってるかな。むしろまあ苦手な分野だなとかも言いつつやってるんですけどもね。なるほど。ただまあそういう方向もやっていきたいなというのは興味はあるんですけどね。興味というか興味が出いたたまに。でもこれもやっぱりね、誹謗中傷でないようにするってのすごい難しいですよね。難しいですね。一つ間違えると本当に全部人格否定になっちゃうからのが、まあ性質上もむずいですよね。難しいですね。性質上もむずいし、だから権力者だからって何を言っていいわけでもないっていうわけでもないですよね。そういう写真だけじゃなく面白く見せる技術、そう思いますね。そうですね。
面白く見せる技術がないとやっぱりねちょっと見てらんないっていうものになってしまいかねないので、まあそれで左派の人は特に気をつけないと本当にめっちゃ批判されるので気をつけた方がいいですよね。そうまあそうですね、権力批判だったらだから別にお笑いで無理してやろうとはしないで、まあねストレートに言うっていうね方法の方が結構皆さん取りますよね。まあね、だからちょっとそういう意味ではセアロガイおじさんとか尊敬してるんですけどもね。いややっぱりすごいですよね。プロですよね。だけどやっぱ彼みたいなレベルで誰でもできるんだったらね、みんなお笑いで食っていけますからね。そうですね。やっぱああいうテクニックがある人って一部でしかないから、難しいは難しいですよね。権力者の発言や行い態度は風刺になりますが、外見やら消防やら特性やらを揶揄した時点で人権の負けですねという。そうですね。やっぱり差別をしちゃいけないんですよ。そこが一番難しいけど、まあ絶対守らなきゃいけないラインですよね。あ、道の海賊さん、ここからです。そうですね。あ、小竹正義感さんの言論はあれ良かったですね。ただ、まあなんだかんだスレスレのところはあるなとも思ったりしたんですけど、やっぱりね京都の話、京都ネタをやってたんですけど、京都ネタはちょっとやっぱギリギリなところはあるなと思ってて、一方でなんだろうな、スタンダップコメディってそういうね、そもそもそういう方向もあるのかなと思うんですね。そういうギリギリの方向をあえてやっていくみたいなね。それがいい悪いは別です。そういうジャンルではあるのかなみたいなね。しちゃうんですよ。ギリギリのところはどこかっていうところですよね。だから小竹さんにはねやっぱ技術部がすごいこともあって肯定的な人が多かったですけど、ただまあやっぱりねかなりギリギリだったので僕としては全肯定はできないけど、ただそういうそもそもそういうジャンルであるみたいな見方もね、一つねあるのかなとも思っちゃうし、難しいですね。そこがどう判断するかね。まあそうですね、ジャンル系の笑いっていうか、まあこういうジャンルだから許されるっていうエクスキューズは一応つけることはできるかもしれないですね。それはそうなんですよね。京都で声で笑った人ダメじゃん、ね。そうですね。だから人の不謹慎さをつくみたいなところでやったんですけど、ただねストレートに受け取っちゃう人もいるだろうなというところでね、結構ギリギリの話をしてるなという印象でしたね。やっぱあれはプロの人じゃないと危なっかしいっていうところですかね。あ、ペタさん、タルコッコさん、コンカラスです。ワイ的夢のコラボ。そうなんです。ありがとうございます。光栄です。ありがとうございます。で先ほど言ってたね、なんだ霊障嘲笑弱者いじり、これはでもちょっと後にしますか。ダメな笑いでちょっと次皆さんすごい反応がやっぱりすごいのでちょっとあれ違いますか。で不条理な笑いっていうのがあって、ゲルンチョピとかはやっぱり不条理な何かにやると思って私の悪い意味不条理な笑いになるのか。どう見ても動物なのに摂氏1億ので燃え尽きる。やっぱり不条理って結構傷つけないというか、人を傷つけにくいのかなというふうにも思ってるんですけど。ナンセンス全くね、どこにも向かってどこにも向かいにくいというかね。ナンセンスね。そうですね。これはこれでセンスは自分で言うのはなんだけどセンスは必要かなと思う。でもどの道センスは必要だし、今そうだコメント書いてくださってるんですけど、怒鳴ったりね、怒鳴り声にトラウマある人にとってはなるほど、不条理なネタだったとしても怒鳴りとか
そういうハラスメント的な何かがあったら、まあね、やっぱり傷つく人は傷つくよねという話はありますよね。これはね、なんていうか、なんだろう、なんて言えばいいのかな。その恐怖を与えるようなものっていうのがね、なんだろう、恐怖を与えるようなものがいけないっていうのが違うな、なんて言えばいいのかな。いやでも人によってはね、やっぱりホラー表現って傷つく人は、すいません、見えてなかった。傷つくと思うので、まあちょっとね、ゲルンチョピに恐怖を覚えるという人も多分いるとはいる。ではあると思うんですよ。いるはいるって、私のね、イラストの方がちょっと恐怖感強いなと思うんですけど、ホラー感がすごい。恐怖、ただこの場合はなんだろう、実害に近い恐怖かなと。なるほど。そうですね。そのホラー的なネタとはまた別かなと思うんですよね。それはそれであると思いますけど、なんだろう、別問題かなというぐらいですね。はいはいはい。実害的な恐怖と、なんだろう、そのホラー、なんだろう、フィクション的な不条理ネタのその拡張したというかね、ホラーにまで入り込んでる感じの不条理ネタとの恐怖というか。でも銀河ヒッチハイクガイドはすごいですね。なんだろう。これね、SF 小説で、私も好きなんですけど、映画にもなったことあるんですけど、これは面白いですよ。まあいろんなね、SF なんですよね。だから SF として、いろんなものに引用されたりしてるんですけど、まあそれでね、SF で不条理的な。そうなんですね。SF でね、そういう表現をできてるのはやっぱすごいなと思いましたね。普通の人は条理に基づいたり剣道する。なるほど。普通は条理だっていう、なんか普通イコール条理みたいにやってしまうと、その普通でないから条理じゃない不条理だというような感じになってしまう。それは確かにあんまりよろしくないですね、これ。ちょっと三角な感じの表現が。そういうことで成り立っているのかなと思っちゃうしね。難しいな。確かに常識とか押し付けるタイプだとよろしくないっていうところはありますよね。なるほど。はい、つさん、コンカラスです。どうもこんばんは。ありがとうございます。先日ありがとうございました。笑いではないけど斎藤元彦や高市さんの出自をデママジで中傷してるリベラル派をどうにかしてほしい。いや、それ本当思う。それ最低ですよ、マジで。これから言いますけど、差別は絶対ダメですからね。もう差別した時点でもうだから、リベラル派名乗ってる資格ないから、もう。それ本当にやめてほしいですね。それは本当やめてほしいですね。それは本当によろしくない。ですね。なるほど、難しいな。ありがとうございます。やっぱりでもなんかね、いろいろ気をつけなきゃならないところがね、誹謗中傷だけじゃなくて、もちろんまあ差別は本当論外なので、つけなきゃならないなということで、ちょっと皆さんもね、話してるところだと思うんです。すいません。ちょっともしかしたらね、ちょっときつめの表現が出るかもしれないですけど、まあ、これをね、やっぱ考えなきゃいけないなということで、なぜこういう笑いはダメかっていうところをね、やっぱりちょっと話したから必要あるよなと思って。めちゃくちゃこれ、全般にね、全体的にあるんですけど、笑えない人がいるからっていうシンプルな理由もありますよね、一つね。まあそもそもね、面白くないですよね。なんか、笑えないじゃないですか。ちょっと、あれがあれな。笑えないですよね。なんか。笑えない。そしてなんていうか、こういう言い方もあるじゃないですか。確
確実に笑えない人がいると。笑えない人が確実にいるというんですね。まあそもそも差別的だから。ですよね。だからそもそも特定の人をなんかターゲットにしてるのがそもそもまあ差別的だしダメだよなっていう。いい気分にならない人がいるっていうべきかな。笑えない人が確実にいい気分にならない人が確実にいるというべきかもしれない。笑っちゃいつつもでも嫌だなって思う場合もあるかもしれない。確かにそうかもしれないな。ドセイクさんコンカラスです。小田島さん曰く笑いとは権威やこびへつらうものが本質っていう。まあでもね、それはちょっと霊障寄りにやっぱり小田島さんって権力批判をずっとしてた人なので、やっぱり霊障寄りの笑いってね、やっぱり権力にこびてる面はあると思いますよね。強いものにこびるっていうか、強いものにこびるというか、権力側にやっぱおもねりやすいじゃないですか。シニシズムですよね、結局。そうですね。人々の暮らしに関わってくる権力や権威の不正を知ったを笑うべきであり、個人や属性をターゲットにしてはならないと。なるほどね、それはそうですね。なるほど。不条理笑いが常識の上に立脚しているのだとしたら、一般的でない条理を構築してから崩せばいいのかなと。まあただこれの霊障とかの場合だとなんかその世間的常識みたいなのに寄ってるないですかね。そうですね。まあなんだろうな。なんだろう。これでなんだろう、極端。まあなんだろうな。まあ常識を崩すのがそもそも笑いだよなと思うからね。だからそっちに寄っちゃったらもうなんかやっぱ笑えないっていうか、笑えないというか、なんだ笑いの本質じゃないというか、本質的でないっていうね。笑い立場を利用して、確かにね、それはね。でもなんかちょっと話それますけど、そうシニシズムってね、古代ギリシアではむしろ反権力だったんですけど、でもですよね、なんだティオゲラスだっけ。そうでその後なんか最初はだから反権力だったのが徐々に後世になるにつれて権力寄りになって権威と一緒になって弱いものをいじめるような感じになっちゃったらしいんですよね。だからそこはなんか人間の愚かさというかなんかやっぱりそういう世間的な常識みたいなのに寄っちゃいすぎるとそうなるんだろうなっていう。むしろそういうものに抗うみたいなところあるのかなとね。今のそのまあ権威持ってるお笑い芸人の人ってもともと反権力寄りのこと言ってて、ね、だんだん権力に寄ってったタイプの人がまあ顕著に多いと思うんですけどやっぱり弱い者いじめ的なのを笑いのネタにしてたらね、そうなるのかなっていう気がしますよね。なるほど。ももさんコンカラスです。経緯を知らないですが、唐沢弁護士がネタにされていました。あれはね、ひどかったですね。完全にもうあれはもう誹謗中傷というかもう暴力の域なのでね、許されるものではないですよ。許されるものではないですね。しかも個人ですからね、相手がもう完全なね、誹謗中傷被害ですよね。あるあるネタは参照元は分かったらダメだと思います。身近なものに思えるけど架空であるというバランス感覚が大事だと。なるほど。まあちょっとね、先ほどの話になりますけど、なんかやっぱり差別的なものにしないっていうのは、まあ概念の話に接続するけど、なんでしょう。
今おっしゃってくれてるように架空のものに寄ってるっていうことかな。そういう方法、そういう見方はね、あると思うんで、一つありと思うんですけどね。アナさん、これからは非売食市場で追いつこうと思いますということで、いや、無理なさらないでください。ありがとうございます。案内参考からです。ですね。あとなんか河合祐介さんっていう人がなんか昔ドロップキック食らったりとかそういうことで笑い取ってたらしいんですけど、でもそれもやっぱり笑えないっていうか、自分がね弱い者いじめのターゲットみたいな。でもそれがなんか反転して今ねいじめっ子みたいになってるじゃないですか。それじゃダメだと思うんですよね。やっぱちょっとあとペタさんが言ってる時とかもね結構しんどいですけどね。ああ、そうですね。割となんだ本当に怖がらせたりとかしてますしね。なんならそのまあなんだもうパワハラじゃないのこれみたいなこともね。結構やってますからね。暴力じゃないんだ。それはそうです。河合の話がせっかく出たので河合にしちゃうけどだからね本当暴力シャレにならないしドッキリみたいなのも暴力的なのではないかなということですよね。昔なんかね本当にこれ話もちょっと結構センシティブな話になるんですけれどもはい。昔ね、うっちゃんなんちゃんの番組でその死者が出たことがありまして、そういう系統、なんだ、コントというか、なんだろう、なんていうのかな、そういう企画とかで、人命に危険が及ぶ企画なんていうのはね、これは、なんだ、本当に。なるほど。それはなんだそのジャンルとかとはちょっと違ってくるかもしれないけれども。河合祐介がドロップキックで笑いを取ってたんじゃなくて、出場者をバカにして他の出場者がドロップキックを始めたんだ。それは逆にやられただけなんです。ありがとうございます。それならそれはお笑いのいいのかな。ただねやっぱり暴力はねシャレにならないのでやはり河合がやってることって一貫して暴力的なんで、対応もやっぱり暴力的にならざるを得ないっていうところは、この前なんかね殴られた殴られてないでちょっと揉めてた人なんですけど、ちょっとそういうところはあるのかなと思いますよね。そうですね。さっきのね、もちろん人命を奪うようなね、もちろん奪うのは論外ですよね。あと人命をネタにしたりすること自体もやっぱりダメですよね。確かに。正直結構そういうネタもやっちゃってるんですけど。自分自身あかんかなと思って最近は抑えてるし、非公開とかにしてる。そうなんですね。結構ハイパワーなの。なるほど。確かにね、解散ドッキリもそうだけども、精神的なね暴力、精神的暴力とね肉体的暴力両方やっぱり問題ですよね。なんだ本当に露骨にパワハラなドッキリなんかありますからね。そのなんだ怒られるドッキリなんかね。その先輩が怒ってくるみたいなドッキリなんかもあるじゃん。ありますね、ありますね。なるほど。そうだ。そして、すいません。差別についてあえて避けていたんですけども、なんか、差別はね、ほんとね、あまり掘り下げすぎるとね、今までも言ってましたけれども、ちょっと直接的なね、表現は避けたいのですが、やっぱ
ぱりまあ直接的なね、さっきの霊障の話でもやりましたけど、やっぱり弱い者いじめっていうところに結局つながるっていうのがね、根源的なところではありますし。結局なんだ、ここまでで言ってるような気もしますね。ちょっと離れてるからね。外堀は埋まってるような気もします。そうですね。まあ当然ね、差別って全て人権侵害なので、我々はね、いつも人権侵害を問題にしているんですけど、まあ結局弱者いじりとね、同じことになるよなというところですよね。そうです。だからね、道明さんがこのね、霊障嘲笑弱者いじりについてちゃんと語ってくれたことが、まあこれ、ちょっと私分けてしまってたんですけど、差別の話ともまあ同じだよなと今思って。結局全部なんか本質は同じなんかなという感じはね。いますよね。結局人権侵害だなというね。全部ね。人権意識の問題がなと、結局。っていうとこですよね。人権侵害の問題であると、ちょっとすいません、ページ分かれちゃって分かりにくいんだけど、人権侵害ですよね。まあ特定のターゲットがいて、強い者権力にこびて、まあ世間的常識によって、まあですね、マイノリティの人とかを特にターゲットにするわけですから、やっぱりね、我々はね、人をね、踏みつけるものですから、やっぱり避けないといけないですよね。なるほど。ブレイキングダウンってやってたのが、あれですよね。レイのノーボーダー、サナエコインの人ですよね。磯口さん。やっぱり、ああいうなんか暴力的なことしてる人、いや、ブレイキングダウン正直見てないんで、あれなんですけど、やっぱりああいう暴力的なことしてる人って、なんか別の暴力にもつながっちゃうのかなっていう、ちょっと。格闘技もそこそこ好きなんで、ああ、そうなんですね。ブレイキングダウン見たことあるんですか？いや、最近は見てないんであれなんですけど、そういう風につながっていくと考えると嫌だなみたいな。まあそうですね。肉体暴力からまあね、そういう差別に接続するっていうこともあるし、ほんとね、ノーボーダーみたいなね、私もだから別になんか普通に敏腕プロデューサーみたいなことしか知らなかったからね、ノーボーダーの人なのみたいなね、マジみたいな、ちょっとびっくりしちゃったんですけど、そうなんですよね。だからそのね、やっぱり右翼的なああいう人がいて、なんか格闘技のね、イメージを悪くしてると思いますよね。肉体的な暴力とかを差別につなげちゃいけないと思いますね。そうですね。ということでですね。まあそういう感じで差別や熱芸症はね、やっぱり良くないということをですね、我々は強く主張していきたいと思います。はい。ということでですね、次なんですけど、まあそういったね、差別やね、道明さん大丈夫ですか？休憩とか。大丈夫ですね。大丈夫です。じゃあ続けていきますね。そういうものに対して、適切な言い換えをやっぱりね、これから考えていかなきゃいけないなと。なんか、やっぱり我々ちょっと語彙が最近、私もすごい、そもそも語彙がないんですけど、語彙力が足りないなっていう感じを受けてて、なんか差別とかああいう罵倒とか霊障みたいなのって全部言い換えした方がいいっていうか言い換えしなきゃダメだよなという。言い換えというかなんだ別の言葉でというか言い換えとはちょっと違うんじゃないかと。まあ言い換えとは違うか。その別の言葉を使うというのはなんだろう。そうですね。その別の概念で表現できないだろうかみたいな。別の表現とかね、概念っていうのを考えなきゃいけないというね。はい。だから差別をやっぱりその別の表現にするったら何がいいんでしょうね。そうですね。小竹正義さんの弁論の話でね。なるほど。だからこれ最初の方の話なんですけど、法律守ってそうみたいなね。あの言い方良かったと思うんですけど。
はいはいはい。それ、例えばね、まあ、そういうやっ観ぱりその、客位置の中で。やっぱりポジティブな、表現に言い換えてるっていうところですかね。そうですね。そういう、なんていうか、いろいろ観客位置でもそういう差別的な言い方になる。その、ルッキズム的な表現とかあるじゃないですか。はいはいはい。そうじゃなくて、なんだ、そうではない表現として、法律守ってそうっていうのはあるのかな、一つね。それがいい。それがベストというわけでもなくて、他にもあるかなとも思うんですけどね。法律守ってそうとか、人権守ってそうみたいな。そういうね、褒め方ね。我々はね、人権守ってそうな VTuber なのでね。だからね、そうですね。だから、なんか細川バレンタインさんみたいな人見てると、彼のね、やっぱり言い方もひどいけど、やっぱり語彙の乏しさっていうか、なんかね、なんでそういう差別的な言い方必ずしちゃうのかなみたいなのは感じますよね。我々も人のこと言えないけど。僕もね、多分、正直どっかで言っちゃってるのかもなとも思います。そう思うこと自体がね、大事なのかなと思いますけど、もしかしたらみたいなね、そういう戒めというかね。ね。だから誰でも言っちゃってるところはあると思うんですけど、だから特に。言う可能性、法律守ってそれはちょっと危ない。それはそうかもしれないと。でも、確かにこれもギリギリはギリギリなのかな。確かに法律守ってないことは良くないっていう含意がちょっとあるからかな。難しいですね。ほんと差別をなんかポジティブに言い換えるのむずいな。はい。あとあえてネガティブな表現を使うときにどうするかっていうのもね。確かにね。守って生きている立場に立脚してる。それはそうか。確かにな。ちょっとあれをつけておこう。つけておこう。ただ一つのヒントにはなるのかなみたいなね。そうですね。だからその三角というか、一つのヒントにはなりそうだけど危なっかしいみたいな書き方。はてなマークでもつけるとか。あと、なんだっけ。よく言われるレディース&ジェントルメンって言い換えられたんですよね。そうなんですね。あれどういう言い換えだったんでしたっけ？どうでしたっけ？ちょっと、確認しとければよかったな。だから男性と女性としかをね、なんでしょう、想定してなかったら言い方なので、すいません、調べてくれてありがとうございます。出てくるかどうかはね。エブリワンになったんだっけ？配信が止まらない一発目。だからそういう言い方をね、やっぱり変えていくと、エブリワンみたいですね。エブリワンに変えたんだ。最初は航空会社ではパッセンジャーとかね。だからより包括的な言い方に変えるっていうことですよね。今まで差別してて、排除してた人たちがいるわけ、レディース&ジェントルメンで排除されてた人たちがいるわけじゃないですか。でそういう人たちのことも考えて、そういう人たちでも中に含むような考え方にすれば、ある程度はね、やっぱり差別的な表現っていうのは避けられるのかなと今思いました。包括的表現、いつも間違えるけど。認証代名詞だったらね、ゼイゼムってありますよね。だから、日本ではね、あんまり、この代名詞表現広まってないですけど、
ゼイゼムね。アメリカだとやっぱり he, she を使う場面が非常に多いので、それはやっぱり嫌だっていうことでですね、前回のね、ノンバイナリーについての配信でさせていただいた時も言われたんですけども、こういう表現でね、変えてるっていうところですよね。アメリカのミステリーではガイズと呼んでる。なるほど。NHK の教育番組ではマスコットキャラクターはハローエブリワンと挨拶してましたと。なるほど。ありがとうございます。ガイズだとこれって男性以外も含まれるんですかね。みたいですね。そうなんだ。ありがとうございます。じゃあ、ヘイガイズはそれ結構ガイズだとそうなってくるんですね。ガイだとなんか男ですよね。なんかイメージ的には。ガイズだと違ってくるみたいな。僕も調べたらそうなのかって感じなんですけどね。今調べて。なるほど。なんかすいません。私も全然やっぱり知らなかったな。なんかやっぱり日頃包括的な表現っていうのをね、ひねくり出して頭で考えてないと、やっぱりこういうのって思いつかないかもしれないですしね。ゼイゼムみたいにね、最初からないものをね、ゼロから作った表現もすごいなと思うんですけど。A group of people is a secret sex って書いてあるかな。エサセックスってあれなんですけど。まあ、やろうどもというかね、お前らみたいな感じですよね、多分。ニュアンス的には。みんなみたいな。軽口というかね。カジュアルに。もうちょっとカジュアル感。みんなみたいな。ですね。でもそう、包括的な表現にね、変えていくとなんかポリコレとか言い出すやつがいるんですけどね。だからそれが差別なんだってばってね。いや、でも昨日だったかな、たまたまツイッターで見かけたんで書いたんですけど、反作欲って右翼の一種ですからね。たまに勘違いしてる人がいるんですけど、なんか左翼的なものが嫌いなんでね、なんか反戦みたいなのはちょっとどうなんだみたいなことを言ってる人が最近、最近結構見かけるんですけど、左翼が嫌いだから左翼に反対してるだけでね、右翼じゃないみたいなのは通じないですからね。反左翼って立派な右翼の一種だから勘違いしないでください。はい、日本でリアルにそれを言うやつはトニー・タニしか見たことないで。もうなんかまあ、時々海外の配信とか見たら、Hey guys って呼びかけたりしますね、実際。なるほど。洗濯機の振動音に触れているとバイブス感じて笑えてくる。ちょっとなんだその笑いは、あるのかまあなんかなんだろう、あるあるなのかな。あるあるの一種だとしたら確かに傷つけにくい表現かもしれない。そう、反作欲とか反響主義ってね、もう反響主義の一種ですからね、あれ、要は。反響は右翼に決まってるだろっていう。すいません、ちょっと政治ネタに話しちゃいましたけど、はい。まあ、なるほど、そうですね。なんか気分がいい、嬉しいとか、ちょっとその他の方に書いておくか。気分がいい、嬉しいとか、まあ、これもね、ポジティブ表現の一種かなと思いますけども、そういった方向で笑いっていうのを作ると、まあ確かにね、あんまり差別的とかね、暴力的な方向には行きにくいのかなと思いますね。この国って右が右すぎてね、左派がね、海外でいうところ中立ぐらいだってね。いや、ほんとね、下手するとね、なんか、アメリカ民主党も相当右なんだけど、あれと変わんないか、それより右ぐらいの人でもね、左翼って言われてますからね。ゴゴブリンさんお疲れ様です。ありがとうございます。
今度アメリカで公開される歴代ホラー映画のパロディを行うシリーズの最新作スケアリームービーでの予告編で私をゼイゼムって呼べって言ってるシーンではありましたがでもそれはなんだろう、なんか揶揄してるパターンだとこれ霊障系ですよね。霊障はさっきはダメだという話を散々していたんですけれどもそうですね。霊障はダメだな。日常に現れる突拍子もない出来事。なるほど。日常のサプライズ系の笑いですね。例えば何があるかな。なんかね、この前空からくるみが降ってきたんですけど、これね、でもこれはあるあるっていうか、なんかその別にほっこりエピソードに近くて、要はカラスがね、車にくるみを引かせて食べようとしてたんですよ。はい。だけど、突然なんかね、空からくるみとかなんかね、ゲルンチョピとかが降ってきたら確かになんか恐怖、いやでもサプライズだから、あんまりそのスケアリーな方向に行かないでドッキリ的な方向に行かないサプライズが必要なのかな難しいな。はい。ゲルンチョビが降ってきたら笑いが負ける。ゲルンチョビ降ってきた場合ね。ゲルンチョビ降ってきた場合は確かに恐怖の方が強いかもしれない。恐怖だとちょっと恐怖が強すぎると笑いにならないですよね。確かに。殻付きのくるみめっちゃレアじゃない。いやレアですよね。どっから持ってきたんでしょうね。ただそれをそれとして笑いとギャグって結構紙一重な、笑いじゃない、恐怖とギャグって紙一重なところがある。紙一重ですね。僕の好きな漫画家先生でちょっと先日亡くなってしまったんですけど、梅津和夫先生っていう方がいて、僕も好きです、大好き。そうなんですね。なんか嬉しい。私だからチキンジョージっていうキャラがめっちゃ好きでね、自分もチキンジョージみたいになりたいと思って、このようなカラス人間にそういうことだったね。チキンジョージみたいになりたい。なかなかすんね。そういう感じでですね、梅津和夫先生に、だからチキンジョージっていうこれ恐怖キャラクターなんですけど、要は鶏の人間っていうのがいるんですよ。めちゃめちゃ怖いんですよ。絵もグロテスクだし、そう怖いんだけど、でもやっぱりちょっとね、チキンの顔した人間なんでちょっと滑稽なところはあるんですよね。なんだろう、あの人って本当にマジでめちゃくちゃ怖いんだけど、なんか面白いというか、ユーモラスですよね。不思議な、ユーモラスというかなんだろうな、なんか怖すぎて笑っちゃうみたいな。怖すぎて笑ってしまう。なるほど。そういう、なんだろうな、誠ちゃんとかも書いてますからね、あの人ね。そうですね。誠ちゃんも典型的ですね。なんで誠ちゃんがホラー漫画より怖いと思ってるんですけどね。誠ちゃんはそうですね。なんかその結構下ネタも多くて、強烈ですよね。なんかそういうグロテスクなものに耐性のある人は梅津さん読んでもいいと思いますけど、逆にちょっとグロテスク耐性がないとさっきのドッキリとかその恐怖系みたいになってしまうかもしれないので、ここは本当紙一重なところがあるな。そうですね。難しいですね。難しいですね。はい。ちょっと脱線しちゃったかもしれないですけど。いや、ありがとうございます。今上映している私はビーバーになるは、すごい良いバランスで面白い。いいな、やっぱ、なんかいい、評判はいいですよね。なんかね、評判いいですよね。なんかこれはね、なんか一部の良い人がね、これは面白いからポリコレじゃないみたいな意味がわからんことを言ってるらしいですけど、いや。でも結構マイノリティの人をね、エンパワーメントするような感じの内容らしいですね。カラスがゲルンチョピを落とすところを想像してちょっと笑ってしまった。怖っ。
それは恐怖がどっちかというと勝るのでは。あ、連想で申し訳ないが、親方は空から女の子がというセリフも髪型や服装など見た目によって女の子だと決めつけてるんだなと気づきました。あー、なるほど。確かにね。うんうんうん。最近増えたインプラントの広告を街中で見つけたときに、高橋晴美の裏金インプラント1本分って連れに触れるのを自分の定番となってます。それは本当、まあ、それはでもギリギリ社会風刺で、まあ、誹謗中傷っていうわけじゃなく、高橋晴美がね、裏金持ってたのは事実なので、まあ、本人の人格よりも行為の批判になっているのでね、それは大丈夫じゃないかな。高橋晴美元同心の裏金インプラント。ありがとうございます。誠ちゃんが夏休みボケして幼稚園自体を忘却してしまっていた。そんな話題ありましたね。私がビーバーになるときは、はよビミからと思い立って100年経った。100年経ってしああ、でもお笑いにもそっか、注意書きがあればいいんですかね。そう注意書きね。事前注意があればいいのかな。だから、確かにね、今、まあ、ね、必ずそういう暴力とかハラスメントの表現には事前の注意をしようっていうようなことが広がってるんですけど、まあ、このお笑いは、まあ、下ネタであるとか、暴力的な表現ね、カオスな表現、まあ、カオスって言ったらわかんないか、お笑いのそういう表現であるとか、まあ、何かね、攻撃的な表現がありますが、グロテスクな表現がありますが、みたいなことを、書いといてくれた方がいいのかなという気がしますね。そういう際どい笑い文がやっちゃってるところはあるね、いくつかね。レディース&ジェントルメンの件、ディズニーのアナウンスが変更されたという件に触れて、地上波で差別語を連続で使うひどい表現を用いながらポリコレとして揶揄していました。そんなこと言ってたろ。ひどいだ。まあ、差別。まあでもそういうことね、あれね。はい。まあ、昔なんだ、面白系 VTuber さんが集まる、そのね、ところにいたこともあるんですけどね。はいはいはい。そのポリコレとか、なんだろうね、あと、コンプラとか言っちゃう人ばかりでね。そういう話があるとね、そういう話があるたびに白目になってたんですけど、まあ、その頃はなんかとにかく言えなかったんですけどね、本当に。もしその恥ずかしくも思うんですけれども。でもそうですね、事前注意があるとなんか驚きが損ねるみたいなのがなんか反ポリコレみたいなのにつながっちゃってるんですからね。だからね、それは本当違いますよね。その、面白さとその別に対立するものではないので、こういう配慮って。面白さと配慮を両立するのが必要ですよね。そうですね。まあね、できると思いますけどね。私もそれできると思うし。なんだ、最近パッとしないのはむしろそれがちゃんとできてないからではないのだ。そうですね。安心感のある洗いですよね。まあ時代はもうアップデートされているわけですからね。まあそうですね。そうであると信じたいというかね。そうだからね、まあトランプの没落があと、まあ、11月までね、やつも期限が迫っているのでね、それでもうみんなね、没落していくと思いますよ、真面目に。結局、だからね、イスラム教徒の人たちをね、ああやって差別してたら結局あそこまで行ってしまったっていうのが、まあちょっと話になりますけど、現状なので、はい。だからやっぱああいうものは否定していかないとね、と思いますよね。でも誠ちゃんはね、ほんとギャグでも怖いので、なんだ、誠ちゃんが一番怖いんじゃないかな。そう、誠ちゃんマジで怖いんで。ホラーよりもね。そう、ホラーよりはある意味怖いです。すごい暴力的なんで。
だからこれはねやっぱり今私も梅津先生大好きですけどなんかやっぱり注意書きが必要系ですよね。確かに確かに、注意書きっていう梅津注意注意書きオマージュの笑いどういうのだろう。オマージュの笑いちょっとわからないかもしれないです。オマージュの笑いってなんかどういうものですかね。どういうものでしょうね。なんだろう、あれかな。パロディパロディ系かな。ちょっとバカオ系はまあなんか罵倒系でまとめちゃったから。まあモノマネ系とかですね。パロディ系ですかね。パロディ系モノマネ系かな。肌色でいいんじゃないのって笑いを取ってたっていう、それもひでえな。それは露骨な差別ですね。もうそれはさすがに人種差別レベルだからダメですね。あれは。ダメだな、なんかあの方。そうですね。限定への茶化しは別にして寄せて表現すること自体の面白さ、あれを表現してるんだって面白さ。なるほど。なんか前提を知らないと難しいところがあるのかな。これってあの人の漫画とか多分本人の名前が出てこないんですけど、手塚治虫のね、二足以外の人とか。手塚治虫ギャグ。まああんまりね手塚治虫ギャグって嫌いな人嫌いですよね。なんか手塚はギャグが寒いみたいな昔からある悪口ででもそこがふふっとするか不愉快になるかの境目って難しいですよね、パロディは。そうですね。亡くなってくることのもそうです。なんだろう、ブラックジャックなんかでもすごくシリアスな回にアセチレンランプが自分のランプ取り出して、確かに。そういうまあギャグなのかどうかみたいなね、なんかスレスレの、シリアスないでなんだろう、シリアスないでギャグみたいな表現をやるみたいな。だからアセチレンランプが自分のランプ取り出して火をつける。なるほど。やっぱりそこもなんかギャップの笑いですよね。そこはなんだ緊張と緩和。途中でなんだろう話してくれた人もいらっしゃいましたけど、その辺のね基本的なところはね手塚ギャグって結構面白いと思ってるので、はい、いいですけどね。ナノクラフトさんコンカラスです。いやフィフィさんもそうですね。なんかマジョリティ側にっていうかバレンタインさんもそうだし、なんでしょうね。やっぱり彼らの共通してるのがやっぱり弱い者いじめをされないためになんか弱い方からなんだろう差別する側に回ったみたいなところはありますよね。反権力側から権力に行ってるっていうか。もともと別に反権力の人ではなかったんでしょうけども、弱者側からね、そう弱者と呼ばれる側からそうでない側に回るために霊障系のに走ったみたいなところはあるでしょうね。自民党支持なんだなんか納得感あるな映画バービーの冒頭で2001年宇宙の旅のキレッキレのパーティーそうだありましたね。そうなんだ。あまり知らない言葉多いなと思って。ただあれも全然知らないと分かんないし、なんだろうな、元ネタに対するね、やっぱりそのリスペクトがあるかどうかとかっていうのって結構恣意的な感じなので、他者から証明するの難しかったりしますよね。だからいる人が傷つくかはわからないっていうとこですかね。そこがやっぱりちょっと難しいところかなとは思いますね。あとものによってやっぱり身体的なね、あるいはそういうあれとかをいじることになっちゃうのかなとも思います。モノマネとかなんかね。そういう
なね、変な動きというか、そういう言い方もありだけど。まあ当然ですけど、モノマネでもね、差別に当たるようなものは絶対良くないですよね。そうです。なるほど。本家取りの面白さを笑いにつなげるような元ネタの A 部分がこう変わるんだみたいなギャップの面白さがいいですね。なるほど、ありがとうございます。なんか皆さんのおかげですごい議論が深いところまでいってるな。ありがとうございます。勉強になります。ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ。だから本家取りそのものをね、そう元ネタの部分をこう変わるっていうところをですね、そうなんか危うい、でもね、危ういは危ういですよね。ほんと差別を避けるのがね、やっぱりどのあれでも難しいので難しいなと思ってね。その差別にならないようにそのギャップを狙っていかなきゃいけないっていうところですかね。言われなくついてて、性暴力の話題をジョークで言っててきつかったけど批判されたら惹かれると思って惹かなかった。それは辛い思い出だ。いやー、厳しいですね。本当に。しんどいですよね。はい。そういうのはね、ほんと良くないですよ。はい。だからね、まあ、なかなか面白さと配慮をね、ほんと両立するっていうのはほんと辛いっていうか、なかなか難しいんですけどもね。でもそういうなんか論外なやつはね、もうどうでもいいっていうか、もうどうにもならないので、やっぱり批判していくしかないですよね、ストレートに。なんか真面目にやってることをそうですね、笑いにするっていうのはちょっと良くないですよね。そういう話はね、その話は。なんかその嘲笑になっちゃいますよね、これ。さっき言った。確かにね、嘲笑冷笑ね。嘲笑冷笑系になってしまうので。そうですね。やっぱり良識がないと成立しない笑いなので。だから、実際その、なんていうか、あまりダークなギャグをやらなくなってきたなって自分でも思ってるので、そこら辺もね。そのダーク系という。やっぱ世の中がすっごいあれになってくるとやめた方がいいなって感じしますね、正直。っていうのかな。その冷笑よりになっていけばいくほど、そのブラックなギャグってやりにくくなるなと正直話。率直に言えばね。やらない方が、そこら辺もありますよね。はい。なるほど。すいません。ありがとうございます。なんか結構いろんな話題になってましたけれども、適切な表現をね、考えるっていうのは非常にやっぱり難しいことではありますけど、やっぱり包括的に考えたりとか、お笑いにもね、事前注意をして、その暴力的な表現は暴力的だっていうふうに言うみたいなのがね、ヒントになるのかなと思いました。はい。ということで、次なんですけど、で、政治的なお笑いやっぱりこれはね、我々ちょっと触れておきたいな。はい。触れておきたいなと思って、ちょっとね、お手本というか、一つ動画をね、お見せしたいなと思うんで、よろしいですか？いいですよ。もうすぐなんか、正直なんか、見てもはい。ということでですね、ちょっと見ていただきたいと思います。ちょっとすいません。音声がしてなかった。失礼いたしました。多分これで音声入るから失礼しました。はい。みんな、今日も配信に来てくれてありがとう。今日はこの新作ゲームを配信でやっていくよ。
ちょっと結構怖いって聞いたから、ちょっと不安だけど、でも楽しみにしてたんだ。みんなも楽しんでいってね。こんばんは。みんな、今日も配信に来てくれてありがとう。はい。ということで。かなり自分で見るとやっぱごめんなさい。トメキレオさんのね、日本で、まあこれちょっと後でリンク貼っとくんで、ぜひ見てほしいんですけど、これね、キャプション見ると意味わかるんですよ。日本で戦争中の VTuber のモノマネっていうのでね、ただ挨拶してるだけっていう。そうそうそう。元気にね、明るく。そう。いや、でも戦争中って今もまあそうだけど、日本が戦争中だったらね、絶対 VTuber こんな感じだろうみたいなですね。そういうね、感じが正直思っちゃってね。まあ、風刺ですよね。だから何事もなかったかのように振る舞っているというですね、まあ風刺なんですけれども、ただこれね、やっぱりその前提が知らないとちょっとわからない人はわからないのかなというですね。そうやね。うん。そうなんですよね。だから、キャプションを見るとね、真実がわかるという内容になってるんですけど、私はすごい衝撃を受けたんですけど。まあ、僕もなんか、まあ、受けてほしいなと思って、結局どうだったのか、なんか、ね、結局うまくいったのかいかなかったのかわかんない感じだったんです。いや、でも動画としてはね、ほんと素晴らしいと思います。で、だからですね、まあ許される表現とまあ許されない表現ってまあ先ほどもあったんですけど、やっぱりね差別や誹謗中傷にならないっていう点と、なんかそういった前提、そうですね、共有できるかどうかっていうところが難しいのかなという気はします。一方でなんだろう、まあ正直な話、ある程度刺さないと意味ないよねって思うんでね、やるならね。結局、まあこれもスレスレの話になってくる気がする。ある程度傷つけないと意味ないよねとね。ああ、なるほど。ぶっちゃけね。かといってやりすぎちゃダメだしっていうね、そこら辺がね。確かにやりすぎてもダメですよね。まあだんだん誤爆とかもあり得るし。まあやりすぎっていうのはね、そうですね、なんていうか先ほど言ったような差別とか暴力的な表現とかね。そうにつながっていきますからね。だから先ほどのね、そう無難な挨拶しかできないっていうネタはね、すごくよくできているなと思って。いやまあ、うまくいったのかどうかの自分ではよく分かってないですけど。いや、とても面白かったです。はい。で、今ちょっとコメントあったのが、賞レースグランプリ出場者のかなり大部分の人たちが高確率で異性層で登場してつかみの笑いを犯すという戦略をとっているという感じています。そんなことやってるんですか、未だに。いや、ジェンダーステレオタイプをだって笑いの表現にするのってもろに差別ですよね、どう考えても。それはまあ本当に。だからまあ差別、弱い者いじめだし人権侵害だし、だから世間的常識によってるってところもあると思うんですよね。だからそのマイノリティを変な存在であるとしてフレーミングしてるってことかな。それはおかしいですよね。だって別に少数派であってもいるんだから、普通に生きているだけなのでそこはね変って言われる筋合いはないんですけれども、世間のなんか常識みたいなものを押し付けてくるとやっぱりそういう風になっちゃうのかなということですよね。まあそうですね、戦争中に思想統制されたらね、さっきの、動画みたいになるかなと思うんですけど、というかされてなくてもあんな感じかなみたいに思っちゃう。まあ自主規制ですよね。そうですね、そういうね。
そうです、プロパガンダもね。うんうん。なんだろうな、意図的なプロパガンダもあるんだろう。まあ正直あるんでしょうけどね、今の時代ね。一方でなんか、明らかに意図的なプロパガンダではないプロパガンダがいろいろあるよね。今の世の中特に思うんですよね。なるほど。まあ意図的でない。意図的でないっていうかなんだろう。まあ、その政権とかが関与していないであろうというかね。サタデーナイトライブはね、やっぱり結構微妙なところをギリギリついているけど、まあなんかたまに、なんだろう、もう、線をはみ出してる感もあるんですけど、結構まあギリギリな感じはね、確かに今ついてる番組ですよね。はい。もっと迎合した VTuber だけが残りそうな気がする。もっと積極的なプロパガンダっていう、意図的、まあ意図的でやるやつもいるっていうことですよね。それはまあなんだろう、一応始まったあたりのことを考えているのであれば、まあもっとそうなっていけば、なんだもっと進んでいけばそうなるかなみたいなふうには思いますけど、もちろん。なるほど。まあモンティパイソンはね、今考えるとやっぱアウトなの多いですよね、多分。やっぱね、それはね、多分そうでしょうね。人種差別だったりとか、その異性相ネタであったりとか、まあでも時代がやっぱりすごく古いので、まあ仕方ないと言ったらダメなんですけど、まあ当時はね、それが普通だというふうに思われてたっていうところはありますよね。積極的になると自主規制するような層は VTuber 自体がする余裕があるのかという。なるほど。なんかちくわさんはあれですよね、すごいなんか差別的な動画を出す YouTuber の人ですよね。いや、あれは本当差別だと思いますよ。差別だし、そういうので、まあ、炎上を狙ってる人なので、そうですよね。だからなんでしょうね。まあ、霊障系ですよね。霊障、嘲笑、やっぱり、そういうものをね、やるのはね、繰り返しになるけど、まあ、やっぱり笑えない人がね、確実にいるので、良くないというところですよね。はい。っていうことね。稼げる大手だけが残った結果、事務所のしがらみでプロパガンダになると。なるほど。まあ自由でない表現が、たくさんね、出てきて、それはそうかもしれないですね。あれそっか、サタデーナイトライブ、ティモシー・シャラメの発言ってサタデーナイトライブか。あれはでもね、本当にやばい差別発言でしたね。これ、サタデーナイトライブで、ティモシー・シャラメっていう俳優が、なんかハマスをネタにするやつをやったんですよね。でも、彼ってだからイスラエル支持なんだと言われてるので、まあ完全にダメなやつですよね。完全にダメなやつですよね。だからああいうまあ一線を越えたネタはね、やっぱりやってはいけないですよね。はい。そう。だからそう。だからバカ殿もそうだけど、やっぱ80年代、70年代以前の客はもうほとんどね、やっぱり差別そのものみたいなのが多くて、今と考えるともう本当にね、お茶の間で流せるようなものではないですよね。はい。そうですね。で、窮屈なのはね、そう、差別がある世の中の方が窮屈なんですよ。非常になんかまあ、そうですよね。だから身近な差別は、ね、本当に窮屈な思いをしてるっていうか、なんていうかね、苦しい思いをしてるのはね、その差別を受けている方々なのであってね。っていうことですよね。
るほど。ありがとうございます。ということでね、やっぱり皆さん霊障的なね、お笑いに関するね、やっぱり思いがすごく強いなという、まあところなんですけれども。私もね、なんかね、勘弁してほしいなと。ぶっちゃけなんだろう、面白いと思ってる人もなんかそういうのいきなりやったりするからね。だから余計勘弁してほしいなって思うんですけどね。っていうとこですね。じゃあということで、まあ最後のあたりなんですけど、そうですね、ティモシー・シャラメシオニストですからね、普通に本当にね、あれはダメです私は許してないし、謝罪もしてないですからね。はい。で、まあ最後というかね、タイトルの誰も傷つけない笑いっていうのにね、まあもう一度立ち返って考えていきたいなと思うんですけど、そうですね。まあやっぱ風刺や批判を両立するのはとっても難しいですよね。難しいですね。散々難しい。ぶっちゃけ傷つけないというのは、傷つけないってこと自体がかなり難しいよなとね。率直に言ってしまうと。でまずまあでも必要なこととしては霊障を否定するっていうところと、事前のね告知説明なんておっしゃってましたっけ、ごめんなさい、事前注意か。そうですね、お笑いにもやっぱり事前注意的なねなんだトリガーワーニング的なものが必要じゃないかなっていうところですよね。これは本当に優れた考えだと思います。そうですね。トリガーワーニング。トリガーワーニング、そう、私もそう出てこなかった。そう、トリガーワーニングがやっぱりないから、いきなりね、差別的な笑いを見せられて、ね、ひどい気持ちになって帰ってくみたいなね、ところがとても多いと思うので、まあ、そもそも霊障嘲笑みたいなのはね、論外だからやらないように気をつければいいんだけど、でもそうでなくても、やっぱりお笑いって何かしら攻撃的だったりとか、暴力的に聞こえるところっていうのがたくさんあると思うので、まあ、そういうのは事前の告知、事前注意、ね、トリガーワーニングが必要じゃないかなというところですかね。そうですね。だからね、まあ。本当ひどいですよね。ひどいですよね。本当に。ひどいし、なんか、まあ、むちゃくちゃなこと言ってますよね、結構ね。だから、まあ、感染霊障みたいなのはね、まあ霊障系の一つだと思うんですけど、結局あれ権力の擁護にしかなってないっていうところですよね。だから別にね、政府が今すぐ戦争したいかっていう以前に、しないでほしいみたいね。当然しないでほしいですけど、民主主義的にね、政治家に都合の悪いことを言ったら、まあそういうことを返すっていうのは、やっぱり権力側に迎合してますよね。そういうことを笑いにしてはいけないなというふうに思いますよね。あ、ウォーキングインクソックスさん、コンカラスです。そんなに窮屈な世の中が嫌なら勝手にグロックで自己満足していろと。まあそうですね。なんだろう。最近 AI イラストでなんか風刺したりとかも、っていうか AI イラストとか AI ソングとか多いですけど、やめた方がいいと思うんですよ。やめた方がいいっていうか、その AI 自体が人権侵害だから、そうですかね。やっぱりそういうものはね、ダメだと思いますよね。どちらかというと。どちらかと言わなくてもか。だから元から人権侵害のものを、やっぱり、お笑いに使うっていうのはちょっと難しいものがありますよね。結構なんだろう。そこら辺もなんだろう。結構
フォローしてた人とかがね、いきなりやり始めて、吸ってね。なるほど。吸って外すようなこととかもあるんです。うんうんうん。うん。なるほど。サタデーナイトライブ、マガのおじさんがアフリカ系のクイズ番組に出た。そんなのをやってるんだ。そんなんですね。まあ、サタデーナイトライブはね、そもそもそういう番組だということは、アメリカ人の人はね、みんな知ってると思うので、一応事前注意っていうか、まあ、そういう悪趣味系のね、批判とかね、社会風刺がすごいですよっていうこと自体は伝わってると思うんですよね。まあ、ただそれでも、ティモシー・シャラメがやったのは反戦令賞なんで、やっぱりそれはダメですよね、絶対。っていうところですかね。なるほど。でね、やっぱり人権侵害でそうやって受けを取るのはね、やっぱり絶対にまずいですよね。やめてほしいね、本当に。はい。だから、これはね、もちろん、権力側も当然ですけれども、リベラル側もね、気をつけなきゃいけないですよね。まあ、露骨な、ね、やっぱ相手を冷笑するというか、なんていうのね、誹謗中傷的な笑いになっちゃったりとかしないようにね、差別とか。差別表現も交わしつつ、まあ、ぶっちゃけ悪趣味な笑いをやるときはそうやってね、まあ、何かしらね、警告というか、そういう感じですかね。下町関西人の場合は、勢いのある表現に触れている、慣れすぎているけど、上演前の諸注意みたいに、こんぐらいの勢いで行かせてもらいますっていうお笑いがあると、ああ、なるほど。なんだろう。お笑いってやっぱ危険だということはね、作る側の心構え的にそういうね、ものであると、そういう開き直ることに使うんじゃなくてね、そういうものであると心得て、なんていうか、己を戒めるみたいなね。なるほど。その考え方を、そういう考え方を、己を戒める方向に持っていくべきではないかっていうね。結局笑いって人を傷つけてなんぼだって言い出してしまう人とかいるからね。その逆にね、そうであるからこそ気をつけないとっていうね。っていうとこですよね。はい。今の清志郎ってそんなことしてたんだ。それは今考えるとというか、まあ当時からダメだったんだけどダメですね、それは。清志郎の曲は素晴らしいですけどね。それはちょっと残念感があるな。まあ彼としてはもちろん社会風刺でやっているんでしょうけれども、社会風刺だからといってそういうまあステレオタイプを再現するみたいなのはダメですよね。まあなかなかあの人もうすごくドギツい人ですからね。イライラすると結構皮肉っぽくなってしまうのがありますよね。AI は現状原則なルールが敷かれていないので使わない方が無難ですし、正直お金をかけずに AI に手を出すぐらいならやらない方がいいですと。今 AI は過去のアーカイブの集積じゃないかと。そういうもんですよ。なんていうか、まあぶっちゃけAI って言ってますけど、継ぎはぎ製造機ですからね。量がすごいから、なんか成り立ってるように見えるんだけどね。そうですね。まあニュースのね、確かに検索とかはね、できますけれども、まあ本来だったらね、検索エンジンがもっとちゃんとして、正しい情報をですね、我々に提供してくれればいいんですけれども、もう検索エンジンからして AI になってるじゃないですか。見ると適当なことが書いてあったりして。そう。勘弁してよっていう感じですよね。だからね、AI もそうだけど、やっぱり人権侵害とか権利侵害とかね、まあ AI 生成動画、この前空っていうね、あれが終わりましたけど、潰れましたけれども、
まあ、そもそも完全な著作権違反ですからダメでしょっていう話でしかないですよね。はい。まあ、ただなんでしょうね、権力、私もそうですけど、権力に反抗する際にね、著作権肖像権をね侵害しがちなのは事実なんでその辺はなんだろうね、結構難しいとこではありますよね。まあ、できる限り報道写真とかね、問題なさそうなものを使うようにはしてるんですけど、個人的にはだから漫画の一コマ貼ったりとかもやめた方がいいんじゃないかと思うんですよね。その著作権だけ、また著作権的にもグレーだし、著作権だけの問題じゃ、またそれこそ AI の問題が絡んでくるんですよね。AI に食われる危険性があるからっていうのが。その第三者のあれがね、食われたらちょっと責任も取れないわけでというね。やっぱそれは避けた方がいいかなと思いますよね。はい。まあ、ただ著作権はね、なんていうのか、やっぱり引用の範囲であったりとか、難しいところですね。特にニュース関連とかね。そうですね、ニュース報道目的のものであれば、実際著作権法でも、ちゃんと細かく私も一応読んだけど、条文読んでいくと、引用の要件をねちゃんと満たしていればですね、ある程度利用できるっていうふうには書いてあるので、そういう付き合い方をするしかないのかなという気はしますね。漫画のコマ貼ったりとかやめた方がいいって思ってます。そういうことはやっぱやめた方がいいですからね。そうですね。AI は霊障食ってるっていうか、なんだろう、他のものに関してもそうだけど、ステレオタイプな表現をね、さっきも書いたけどね、再現しがちだから、女性が泣いてる絵とか怒ってる絵とか多いと思うんですけど、そういうのもね、やっぱりステレオタイプを大量に学習して、それを吐き出してるっていうところだと思うので、はい。やはり権利を侵害してるとね、そうなりがちなのかなというふうに思いますよね。SK に関してはだから基盤がもう元がそういうそういうのでできてますから、そもそも今現在あるものはね、だから今現在は使わない方がいいっすよ、とにかく。そうですね。やっぱイラスト元がそういうものなんて。イラスト系 AI についてもね、自作のものを学習させたりっていう、それだとね、やっぱり大規模 AI として成立しないから、やっぱり実際ね、データを食べちゃってるわけですよね。本当に完全に自作のものだけで成り立っているので作れるのではいいんですけども、そういうあれではないでしょ、多分。この場合言われているのは、もともとあるものにってことだと思うので。この場合、でもそうですね、ネトウヨ系の人たちのね、YouTuber はね、肖像権も侵害してるし、顔を著しく歪めたりとかも、それはね、完全に風刺の域を超えて、もう、なんでしょう、誹謗中傷だし、差別なので、当然やっぱりやってはいけないことですよね。でもそれはそれとしてAI の話にだいぶ入ってきちゃっているんですが、ちょっと話をすいません、戻しますか。申し訳ない。皆さんもね、いろいろ話してくれてありがたいのですよ。ありがとうございます。ちょっとね、話を戻しますか。ありがとうございました。最後にね、人権と傷つきの、区別っていうのをちょっとお話ししたいと思ってたんですけど、先ほど何回か繰り返してることなんで、だいぶね、もう結論出てきてるような気はするんですけど、人権侵害って必ずしも傷つきとイコールではないので、それはそうですよね。さっきも言って、ある程度刺さないと意味はないという感じ。風刺とかなんかね。
その上でってところはありますけどね。だからこれにはやっぱり注意書きとか、暴力表現だけどもっていうところで対応するしかないですよね。そうですね。はい。で、風刺と誹謗中傷の線引きもやっぱりまさにそこで人権侵害になってるかどうかだと思うんですよね。そうですね。人権侵害って何かっていうと、それで今までできた霊障中傷とか誹謗中傷とかね。あるいは身体的特徴とかそういうのあるかな。やっぱりね、高市さんのね顔を揶揄するようなね表現とかもありますけど、そういうのはねもちろん人権侵害なんで、風刺ではとはちょっと言い難い誹謗中傷に近いですよね。って思うんですよね。何を言ってなければいいっていうのではないですよね。だからもちろんね権力を笑ったりするのはね反権力としては有効な手段だと思います。ただそれの上でも人権侵害をやっぱりしてはいけないっていうことですよね。シンプルに何をやってもいいってことではないと。そうシンプルな話をすれば。っていうことですよね。演者はどこかに掲載するとアウトで、学習させたり個人で生成することはグレー。そうですね。今はそういう法律の立て付けみたいですけどね。ありがとうございます。ということでですね。ということで、最後ですね。なるほどです。ありがとうございます。最後ですね。ちょっと、今はなぜ笑いが必要なのかというですね。結構割とこういう話をね、単に百目鬼さんを呼んだからっていうわけではなくて、やっぱり笑いはね、危険だけどね、必要なものじゃないかなっていう私も思いはあるので、この辺ちょっと話していきたいなと思ってたんですけど。そうですね。確かにきつい感じる人もいるかもしれない。笑えない世の中って普通にね、ディストピアというかね。そういうふうに感じますし。で、それで危険だよね、とね。確かに表現の自由とか民主主義を守るのに、風刺って必要なんですよね、おそらく。多分ね。単純にだから笑いがない世の中自体が危険だよねというのもあります。それ自体表現の自由の一部でもあるんですけど。そうですね。楽しく生きていきたいよねというか。当然ね、笑い自体が制限されたりするような世の中はね、完全に全体主義だと思うのでね、非常に危険ですよね。危険ですね。それで笑い自体も危険だからなかなか悩ましいよねとは思うんですけど、本当にここまで話してきてね。ここまで話してきて、やっぱ危険ではあるよなという考えは余計強くなってはしまったんですけれど。そうですね。やっぱりいろいろ危険な点がね、とても扱い注意なところがやっぱり笑いってあるから、あるなって。すぐに冷笑したりね、嘲笑したりそういう方向に行ってしまいがちなので、そこをやっぱりね、いかに避けるかっていう問題ですよね。で、世の中と関わるかどうかっていうのは、その世間のこととか風刺とかでなくても、笑いが癒しとして必要だっていうようなことですかね。そうだと思いますし、あとぜひその風刺とかね、やれるのはその風刺の笑いをやれる才能っていうの自体が小竹正義感さんとかせやろがいおじさん並みでないとね、できないよねって正直思ってしまうし。風刺はやっぱり高い技術が必要なわけですよね。そうよね。そうでなくても、でも娯楽としての笑いは必要と。と思いますし、必要というかあってもいいんじゃないぐらいだね。必要というかどうなんだろう。必要というかありっていうか、娯楽の一ジャンルとしてやっぱり笑いってね欠かせないものだから、みんなね楽しく笑いたいっていう気持ちはあるわけですからね。
うんめっちゃでも、正直私たちの、なるほどね。エロイさんね、スタンダップコメディというか、ライブだとね、ほんとね、お笑い芸人としての技術でやってるので、YouTuber としてはね、まあ、笑いをストレートに狙ってるタイプではちょっと違いますよね。確かに。まあ、ただ、社会風刺ではあるとは思いますね。うんうん。だから、風刺をね、やるのはね、高い技術が必要なので、私みたいなね、人間はやっぱり、ちょっと、気をつけながらね。まあ、世の中に対して直球で言いつつみたいなね。まあ、ストレートに怒った方が伝わりやすいのかなというところはあるかもしれないですね。そっちの方がいい。ということでね、ゼアロレイさん本来はね、お笑い芸人というか、そういうスタンダップ芸がね、本業なので、はい。でもまあ、YouTube でね、ああやって発信してね、いろいろね、風刺をしてくれるのはね、本当ありがたい話だし、ただやっぱり、小竹さんもそうですけど、やっぱりああいう高い技術を持ってるプロの人だけができるっていうのは、ちょっとね、問題があるのでね、我々もできるようにね、やっぱりそうですね、やりたいですよね。でもなんだろう、差別的でないことをやるっていうのはね、とっても難しいからその辺はね、ちゃんと適切なね、包括的な表現を考えて、まあ、パワハラとかセクハラ、人権侵害に当たるようなものは決して笑いにしないっていうところが、やっぱり大事なのかなというふうに思いますね。で、自虐とかについてもやりすぎないように、まあ、ポジティブにしたりっていうところですよね。で、まあ、本当、霊障は本当良くないっていう話ですね。個人的に前にカラスマさんが出していた、あれですね。三世トールの、あれ面白かったですね。ありがとうございます。個人的にあれゲラゲラ笑って見てしまう。ありがとうございます。それは嬉しい。光栄です。なんかね、ちょっと歌があれでちょっと申し訳なかったんですけど。結構うまかったですけど。ありがとうございます。ちょっとね、参政党の歌を歌ってるので、よかったら、聞いてください。ゆりえさんっていうのは、ゆりえコリンズさんのことかな、ちょっとわからなかったんですけど、ごめんなさい。まあ、参政党支持の人をね、怒らせたりするのはね、いいことだと思うので、積極的にやっていきたいなとは思いますね。はい。スルメロック先生はあれは社会風刺なのかな。スルメロック先生も見たくない。1枚の画像をこすり続けたのは笑いましたって。あれね、神谷さんを変な顔にしたりしたら、それは差別になっちゃうと思ったので、差別になんないギリギリの表現はね、まあ、なんか、太陽みたいなね、イメージのあれだし、なんか太陽だったら許されるだろうって感じで太陽にしました。はい。ゆりえコリンズさんですね。ありがとうございます。後でリンクとかね、貼っときますね。はい。今だけ金だけ自分だけもね。はい。それも風刺の歌にしました。あの歌のおかげでアンインストールのサビの出だしを参政党と歌いするのにそうになるので、なんか毎回気を張っていますということでですね。もう申し訳ないっていうか、ちょっと申し訳なさが湧いてきましたが、まあなんか、一応そういう曲を出しているので、よかったらこの配信が終わった後でも、後でリンク貼っておくので、聞いてみてください。これかな三世トールという曲を、作ったので、ミックスは後花風花さんという方がやってくれました。はい、よろしくお願いします。はい。ですね。神谷宗平さんのモノマネ。でもモノマネはね、でもどうなんでしょうね。やっぱり際どいは際どい。なんでしょう。差別は、やっぱりモノマネでもね、差別は良くないって先ほど話したんですけど、神谷さんのね、ああいう独特の喋りとかを揶揄しちゃったりすると、まあ結構ギリギリのところに行くのかなっていう気はするんですよね。難しいんですね、やっぱね。
まあ、本人のね、その陰謀論思想とかもちろん極右思想とかを揶揄するのはいくらでもやった方がいいと思うんですけど、それは本人が悪いのでっていうか人格の問題じゃないんで、はい。だからね、本人の人格とか喋り方のとかね、スタイルのところにまで行ったらやっぱり良くないですよね。うん。ところかな。はい、ということでですね、ちょっと2時間ぐらいちょうどですね、話させていただいたんですけれども、すいません、ちょっと、あえてフランクな感じで話してみたんですけど、いかがでしたでしょうか。まあ、人を傷つけない笑いというのはね、本当に難しいなという、感じを受けたんですけれども。結構悩みちゃって、まあなんかまずいことも言ってないかとか心配になりつつ。いや、全然大丈夫だったと思いますよ、本当。ありがとうございます。なのでね、なんか、ドーメキレオさんにこの際、質問等あったら、いや、私でもいいですけど、なんかぜひとも、コメントしていただけると嬉しいのですが、はい。ですね。あ、セアロガンおじさんって以前テレビのレギュラー持ってたんだ。そうなんですね。それでギャラで赤粉動画を作ってたんですね。なるほど。だから最近はあまりなんだろうね、結構お金かけてるああいう赤粉動画とか、あんまり作らなくなりましたよね。まあそれはね、それで別にスタイルの変化だからいいのかなというふうに思ってたんですけど、でもなんかあれですよね、なんかああいうことやってたらね、テレビに出なくなったっていうのはね、あんまりよろしくないっていうかいや逆じゃないのっていう感じですよね。もっとテレビに出させなきゃダメでしょっていう感じがしますよね。はい。そっか。なるほどね。まあ、独断質問とかないのかな。最近家事やりながらの動画多いですよね。そうですね。ありがとう。そうですね。関係ないですが、ホロライブリグロスの人が美術館のことを言及してた。ホロライブなんだろうなんだろうありがとうございます。ですね。なんかこの方か。はい。まあそうですね。専門知識系のね、YouTuber のね、一角にね、道明レオさんがね、入って、なんかすげえ受けて、なんか、私のチャンネルを支えてくれると嬉しいです。何を言ってるのかはいありがとうございます。まやゆさんおやすみなさいませ。もうちじゃないですからね、残念ながら。むしろ雑食、この言い方もあれかな、まあ、なんでもやるけどね。子供の頃、歌之助という地元の人しか聞き慣れないレベルの方言で喋る落語家のカセットを周りの大人が聞いていて、地元の方言がスピーカーから聞こえてくること自体が嬉しくて、地元民が笑ったり笑顔になってたみたいなのがあったのですが、こういうの忘れられないです。先ほどの話も出たマチコモデラックスもそうですが、今方言を嘲笑する番組が人気ですね。なるほど。そっか、これね、ちょっと質問ではないですけれども、ありがとうございます。大切な話だと思います。なんかそういう地方の文化とかを守るっていうのは大事なことですよね。確かにね。地方の文化であるとか、マイノリティの人の文化を守るっていうのってすごく大事なことだと思うんですけどね。だからそういうのって笑いであるとかそういう伝統芸能のね役割だったと思うんですけど、なんか逆に壊してるようなねことをやってるのはね非常に良くないですね。非常になんか怖いね。そういうことばかりされてるような気がする。おしどりまこさんも原発の取材するようになってテレビでいやもうやっぱりテレビ局がやっぱりダメなんだよな。情けないというかまあテレビ局が悪いと書いておこう悪いまあやっぱり霊障嘲笑が流行ったのはね、やっぱりテレビメディアとかのねああいう態度が非常に責任大きいですよね。
うんうんうん。お二人はどっか旅行してみたいなと思うところありますか？出てきました。どこだったら、ちょっと待ってね。探してられる。すいません。いえいえいえ。あれがどこだったかがわかんない。それ行きたいと思います。私はやっぱりね、EU圏とかね、フランスとかスペインに行きたいですね。なんか、一度でいいからやっぱりあっちの方に行ってみたい。でもだんだんね、ユーロが高くなっているのでね、行けないっていうのがね、ちょっと悲しいんですけど、はい。国内なんですけど、鳥取の水木しげるロードに行ってみたいなとか思ってますけど。あー、なるほど。水木しげるロードいいですね。この妖怪とかそんなね、まあなんかね、そのあたり好きなので。なるほど。ね。大阪弁は大体通じてしまうので、他の地方の方に、いや、でもそんなことないと思いますよ。本当はね、やっぱりね。そうは必要はないかなとはね、だね、なんて言うんですかね。大阪は大阪でそうやって嘲笑されたりとか、やっぱりそれはあると思うので、でそこはね、避けていかなきゃいけない部分だと思いますよね。でも帰ってきた人ら面白かったですよね。まあ、あれがやっぱり風刺のね、非常によくできている。ただね、あれ、笑いは笑いだけれども、もうなんかもうあそこまで来ると笑えないは笑えないですよね。そうですね。だから笑わせといて、でも風刺の本質はそこじゃないですかなと思うんですね。最終的に笑えなくなるっていうのがね、それが成功なのかなと。最終的に笑える。なるほど。笑わせといて最後に笑えなくなるっていうのが、風刺の一つの成功の形かなと思うんですけどね。確かに笑わせておいて、まあ最後に笑えなくなるっていうようなね。確かにそうなるとね、最終的には、まあ、風刺の方に落ち込んでいくんだけれども、なるほど。いや、奥深いな。最後はあえて笑わないことで、笑わないことで、そういった政府批判みたいなところに修練していくみたいなね。相当閣下シリーズみたいなのあれは逆にダメですよね。なんか笑っちゃいけないものを笑ってますからね。逆ですよね。あれはね、なんかヒットラーは笑っていいんだみたいなね、そっちの寄りになってると思いますよね。もう意見コーナーにしよう。なんか皆さんいろいろ言いたいことがたくさんあるっていう感じになったら。まあ笑っちゃいけないものを笑うのはダメだし。そうですね。だから帰ってきたヒットラーとでその相当閣下シリーズってね、まさについになってますね。だから笑わせといて最後に笑えなくなるのが本来のまあなんかその恐怖というか風刺というかなんだけども、まあ、笑っちゃいけないものを笑ってんのがね相当閣下シリーズみたいなああいう茶化しのとか霊障系の笑いですよね。だから笑っちゃいけまあでも帰ってきた人らもなかなかねなかなかスレスレではあるかなと思うんですよね。笑っちゃいけないことで笑わせて、お前そんなで笑ってたのかよみたいなね、そういう。そうですね。笑っちゃいけないもので笑わせておいて、お前はこんなんで笑ってたぞってね、今突きつけてくるみたいな。
そうね、やっぱりナチスやヒトラーをね、茶化してはいけないんですよ。彼らは本当に邪悪だから。あ、ホロライブリグその話じゃない。失礼。なんだっけ。ちょっと待ってくださいね。今、BS エイレンさんが、書いてくださったんですけど、ありがとうございます。これかな？はいはいはい。今ちょっといただきましたが、最後に笑えなくなるっていうのは、まあ、鼻から笑えない匂いに気づいてると、まあ、笑えないのではないかっていうですね。まあ、確かにそれはそうですね。まあ、帰ってきたヒトラーも最終的に笑えなくなるっていうのはね、みんな分かってて見ていたんじゃないかっていう気はするんですけど、それがね、どこまで理解されてたかっていうところかなという気はしますね。帰ってきたヒトラー、ファニーの意味で面白かったって言ってた人が本当に多くて、私的にはびっくりしました。終始シリアスに感情して面白いとは全然思えませんでしたが、とても大事だし、いい作品だとは思いませた。なるほど。なんか沖縄方言をね、差別的なね、やっぱり表現とかありますけれど、ああいうのは良くないと思いますね、本当に。まあ先ほども見たけども、その地方の文化であるとかマイノリティ文化っていうのを守らなきゃいけないっていうのね、それを差別嘲笑するっていうのは笑いの形態としてやっぱり違いますよね。霊障系の笑いですよね。はい。なるほど、ありがとうございます。ねえ、でも本当風刺って難しいですね。確かに。なんかこの2時間考えてみたけど、本当テクニカルでね、大変なことをね、百目レオさんもやっぱやってらっしゃるんだなっていうのがね、改めてちょっと尊敬の念なんですけど。いや、全然考え足りんかったなと思わされました。いや。これからね、でもこういうの生かしてね。そうですね。まあぜひちょっと今回いろんな方からね、こう意見がいただいたので、参考にして何かの参考になればありがとうございます。って思いますので、心構えというかね。はい。ありがとうございます。いや、皆さんのおかげでですね、本当すごい、ね、これ、ちょっと、みんな、まあ、百目レオさんにももう、もちろん共有差し上げるんですが、皆さんにもですね、リンクとして、参考リンクとしてですね、これお題、せっかく作ったんで、後でね、Google ドライブに入れて、共有しとこうと思いますので、興味ある人はぜひ見てみてください。はい、ありがとうございます。まあ、今回の成果だと思います。ちょっと私のね、タイプが遅くて申し訳なかったんですけど。大丈夫ですけど。ジョジョラビットは主人公の友達としてイマジナリーヒトラーが出てくるんですが、最初面白おかしく感じているのですが、最後の登場とは一転してものすごく悪の権下として主人公に対峙してくると。なるほど。ありがとうございます。ジョジョラビットすいません。ちゃんと見てなくて申し訳ない。ちょっとわからなかったんですけど、でもあれはすごい評判いいですよね。最初面白おかしく演じてるけどもっていうね。だからまあ帰ってきたヒトラーと似たような、まあ、構造ですけれども、シリアス寄りのね、やっぱり風刺の仕方をするとこういう風になるっていうことなのかな。海外とかで人気のマッシュルームを熱した鉄板に押し当ててメロディー奏でるぐらいの笑いがちょうどいいですなるほど、そんな笑いあるんだありがとうございます。でもそういうなんかね、やっぱり風刺みたいなね、霊障に行きやすいものに疲れたら、まあこういうちょっと世間から離れたというか、マッシュルームを熱した鉄板に押し当ててメロディーから出るぐらいのまあ笑いをね、ちょっとね、百目さんのチャンネルで皆さん登録して結構なんだここいいからそんな癒せるかどうかは分かんない正直な話なるほど。っていうことですね。
ということでですね、皆さん本当にたくさんのご意見、ご感想ありがとうございました。ありがとうございました。いや、本当にね、なんかすんごい、なんか、やはり皆さんすごい思ってることがいっぱいあって、いっぱいあるっていうことかな。ただまたこれが本当にできているのかどうかっていうのもね、なかなか、ただ、はい、やっていかなっていうそういう思いはね、強くね、思いました。そうですね。ありがとうございます。とても、参考になりました。私もね、今後も、風刺ギャグとかね、結構サムネとかではね、風刺ギャグみたいなのもあるんですけれども、まあそういうのもね、やっぱり差別とかには絶対ならないように、差別、冷笑、嘲笑にならないように、やっぱ気をつけてですね、こういうものを作っていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい。ということでですね、まあ、この質問を消すとね、なんか2人出現するんだけど何かがね。何かが出現している。まあ、夢の共演ということで、夢の共演。夢の共演の後ろに夢の共演がみたいな。すごい真ん中のマーシャ P ジョンソンさんが怖がってそうですが、どうめきれおさん、今日は本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様でした。本当にいろいろ喋っていただいてありがとうございました。楽しかったです。こちらこそ楽しかったです。お役に立てたかどうかわかんないです。はい、皆様もですね、どうめきさんのですね、チャンネル登録、高評価ぜひともよろしくお願いいたします。どうもありがとう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで皆様ご視聴の方本当ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。そして次回の配信またコラボしたいほしいですということで、ご要望が来てますね。そうですか、ありがとうございます。それ嬉しいです。ありがとうございます。はい、ですね、ぜひとも一緒にまたこのもしかしたらなんか別のテーマになるかもしれない。夢のグルンチョピとの共演のグルンチョピ。出てくるね。もうちょっとシリアスな話題でコラボすることになってもゲルンチョピは出てくる。ぜひともまたね、この4人共演でなんか謎のカラスマとプレカラスマとね、ゲルンチョピがということでありがとうございました。今日の配信は以上となりますが、明日なんですけれども、ちょっと告知させてください。いつもでコラボさせていただいている、VTuber の音花風花さんと、今度はですね、ビホルダーというゲームの、続きの実況をですね、明日させていただこうと思ってますんで、よかったら、ゲーム配信の方もチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということでですね。はい。どうもきれおさん、本日も本当にありがとうございました。ありがとうございます。こちらこそ本当に非常に充実してね。はい。充実いいかもなく。ということでですね。勉強になりました。はい。ということで、反戦、反差別、反独裁ということで、自由な表現を頑張ってね、みんなに差別にならないようにですね、頑張って作っていきましょう。はい。反差別、反差別でやっていきます。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。では、本日もありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。おやすみなさいませ。